女のアイデア盗んだ部長。会議録画で自爆。女の意見なんて聞く価値ない。全部録画に残ってるけど。これは私が30歳の時の話。当時私は中堅 IT 企業でプロジェクトマネージャーとして働いていた。入社して8年、これまで担当したプロジェクトは全て成功させてきた。チームからの信頼も厚く、やりがいのある毎日だった。有能な女性 PM いいね。でもそんな私に大きな試練が待っていた。問題は私の上司、古川部長だった。女が偉そうに意見するなよ。45歳の古川部長は典型的な昭和の男。技術は10年前で止まっているくせに、政治力だけで昇進してきた人物。女は結婚して辞めるんだから大事な仕事は任せられない。昭和かよ。令和に何言ってんだこいつ。普段から女性蔑視発言が多く、女性社員の提案は軽視される傾向にあった。でも私は結果で示してきた。プロジェクトを成功させ続けることで少しずつ評価を得てきた。その日、社長が全体会議を開いた。製造業大手の A 社から大型 DX 案件の打診が来た。予算は1億2000万円。我が社にとって過去最大の案件だ。1億2000万。3週間後に提案プレゼンがある。古川部長、あなたがプロジェクトリーダーだ。承知しました。サブリーダーはイチさん、お願いします。はい、頑張ります。私は製造業の DX に関する知識があった。前職で同様のプロジェクトを成功させた経験もある。この案件なら絶対に成功させられる。その日から私は夜遅くまで提案書を作り込んだ。製造業の課題を徹底的に分析し、AI を活用した生産管理システムの提案を考えた。これなら品質向上とコスト削減を同時に実現できる。2週間で100ページの提案書を完成させた。部長、役員、そしてクライアントとの事前打ち合わせのズーム会議が設定された。ズーム会議が始まった。私は常に会議を録画する習慣がある。以前、一体はないのトラブルがあってから必ず録画を残すようにしていた。賢いな。これが後で生きるのか。それでは提案内容について共有をお願いします。はい、それでは画面共有しますね。今回の DX 案件の革新は AI による生産ラインの最適化です。機械学習を使って不良品を予測し、事前に製造パラメータを調整することで不良率を 70% 削減できます。それは素晴らしい。さらに IoT センサーでリアルタイムにデータを収集し、ダッシュボードで可視化することで経営層が即座に状況を把握できるようになります。まさに我々が求めていたものです。導入後の投資回収期間は約2年と試算しています。そこで突然部長が割って入ってきた。ちょっと待って、今のは私のアイデアを元にしたものです。私が最初に AI 活用を提案したんです。一致さんはそれを具体化しただけです。そんなこと一度も言ってない。部長、これは私が一から考えた提案です。一致さん、感情的にならないで。女性はすぐヒステリックになるから困る。最悪だこいつ。完全にアイデア泥棒じゃん。A 社の皆様、私がチーム全体を統括しておりますので、この提案の責任者は私です。なるほど。古川部長が中心となって進めているんですね。私は何も言えなくなった。クライアントの前で上司と対立するわけにはいかない。悔しさで胸がいっぱいになった。プレゼン本番でも部長が全て説明した。私が考えた AI 活用戦略は、私のアイデアをさも自分が考えたかのように、私は補足説明を少しするだけだった。素晴らしい提案です。ぜひお願いしたい。やったな古川、さすがだ。ありがとうございます。契約は成立した。
変わらなかった。手柄はすべて部長が持っていった。胸くそ悪い。こういう上司マジでムカつく。でもこれで終わりじゃなかった。本当の地獄はこれからだった。プロジェクトが始まった。私は提案した通りのシステム設計を進めていた。ある日、部長が突然 Teams でメッセージを送ってきた。一致さん、設計を変更してください。AI の学習モデルは最新のディープラーニングじゃなく、従来のルールベースでやってください。それじゃ提案した内容と全然違います。ルールベースでは不良品の予測精度が上がりません。いいからやってください。ディープラーニングなんて複雑すぎて管理できない。管理できないのは部長の技術力の問題です。何だと？私は責任者だ。私の指示に従いなさい。技術は買ってないのに口出しすんな。これは失敗するフラグ。私は Teams で警告のメッセージを送った。この設計変更は技術的に問題があります。提案した精度が出せなくなります。クライアントとの契約違反になる可能性があります。大げさだな。問題ない。私の言う通りにやれば成功する。でも部長は押し切った。私は部長の指示を記録として残しながら、しぶしぶ設計変更を進めることになった。システムの初期テストが始まった。案の定、予測精度は 30% しか出なかった。提案では 70% 削減すると約束していたのに。どういうことですか？提案と全然違うじゃないですか。すでに5000万円も支払っているんですよ。さらに悪いことに、部長の指示通りのシステムは技術的に破綻していて、作り直しが必要だった。納期も3ヶ月遅延する見込み。やっぱり大炎上じゃん。技術は買ってないやつが口出すからこうなる。緊急会議が開かれた。どうしてこんなことになったんだ。損失は5000万円。納期遅延で違約金も発生する。社長、これは完全に一致さんのミスです。私が提案したディープラーニング設計を一致さんが勝手にルールベースに変更したんです。何を言ってるんですか？部長が指示したんじゃないですか。そんなこと言ってない。女性特有の思い込みで勝手に変更したんでしょう。は、女性特有ってなんだよクソが。だから私は最初から言ったんです。女性に大きなプロジェクトは任せられないと。ふざけないでください。Teams に指示の記録が残ってるはずです。ああ、それなら確認しましょう。部長が PC を操作し始めた。そして驚愕の事実が。ほら、私のメッセージにはディープラーニングで進めてくださいとしか書いてありませんよ。嘘。メッセージが改ざんされている。部長が管理者権限でメッセージを書き換えたんだ。そんなことできるのかよ。卑劣すぎる。一致さん、あなたに全責任があります。懲戒解雇を検討します。損害賠償3000万円も請求することになるでしょう。頭が真っ白になった。自宅待機を命じられた。同僚たちは誰も味方してくれなかった。みんな部長を恐れて関わりたくないようだった。3000万円の損害賠償なんて払えない。人生が終わってしまう。辛すぎる。一致頑張れ。でも私は諦めなかった。絶対に真実を証明してみせる。私は PC を開いて証拠収集を始めた。まず確認したのは Zoom の録画ファイル。プレゼン1週間前の事前打ち合わせ。あの時の録画が残っているはず。そういえば録画してたよな。伏線回収来た。ファイルを見つけて再生した。そしてその瞬間が記録されていた。 AI による生産ラインの最適化です。私が説明している最中。ちょっと待って。今のは私のアイデアを元にしたものです。完璧に記録されている。音声も映像もタイムスタンプも全てが改ざん不可能な証拠として残っていた。よっしゃ。証拠ゲット。さらに驚くべきことに、録画には部長の女性蔑視発言を記録されていた。女性はすぐヒステリックになるから困る。これも完璧な証拠。次に確認したのは Teams のログ。部長は確かにメッ
取得できる。そんなことできるのか。さすが PM。技術力高い。深夜まで調査を続けた。そして決定的な証拠を見つけた。元のメッセージが残っていた。ルールベースでやってください。編集者古川部長。編集日時自宅待機を命じられた日の深夜。完全に積んでるじゃん。ざまさらに調査を進めた。過去1年分のズーム録画をすべて確認した。すると驚くべき事実が判明した。部長は過去にも同じことをしていた。半年前の会議では若手男性社員のアイデアを横取り、1年前の会議では別の女性社員のアイデアを横取り、常習犯だったんだ。最低だな。こういうやつが昇進してるんだもんな。私はすぐに被害者たちに連絡を取った。僕のアイデアも横取りされたんです。でも証拠がなくて泣き寝入りしました。私も部長に嫌がらせされて辞めました。私は証人になります。あの人のせいで何人が苦しんだか。全員が証言に協力してくれることになった。被害者連合結成。これは完全勝利確定。私は弁護士事務所に相談に行った。この証拠は完璧ですね。ズーム録画と Teams 編集履歴、どちらも改ざん不可能な電子証拠です。過去の被害者の証言も重要です。これは勝てます。私は120ページの詳細な報告書を作成した。ズーム録画のスクリーンショット、Teams 編集履歴の詳細、過去の被害者3名の証言書、タイムラインの整理、すべてをまとめた完璧な証拠資料。有能すぎる。これは罪ですが、そして社長に直接メールを送った。緊急役員会議の開催をお願いします。重要な証拠があります。明日役員会議を開きます。社長直訴とかやるやん。部長はあったなこれ。その日のうちに社内で噂が広まった。ねえ聞いた？ PM 課長が社長に直訴したって。マジで何があったんだ？部長が何かやらかしたらしいよ。緊急役員会議まで開くって相当だぞ。一方、部長は完全にパニック状態だった。ちょっと待て。何を社長に言ったんだ。事実を報告しただけです。お前、俺を陥れる気か。いえ、証拠を提出するだけです。証拠って何の証拠だ。明日の会議でわかりますよ。部長焦りまくってて草。完全に心当たりあるやん。部長はその夜、必死に証拠隠滅を試みたらしい。あのメールは削除して Teams のメッセージも消しておかないと。でも Zoom 録画はどうすれば。もちろん、すべてバックアップ済みだ。証拠隠滅は無駄。もう積んでるのに気づいてない。会議室には社長以下全役員が揃っていた。やばい。手が震える。証拠を見せてください。準備は整った。明日真実を証明する。いよいよ逆転劇来る。アクテか。緊急役員会議が開かれた。社長、役員3名、部長、そして私、弁護士も同席している。それではイキさん、証拠を見せてください。証拠なんてあるわけないでしょ。あります。完璧な証拠が。まず、これをご覧ください。プレゼン1週間前の事前会議のズーム録画です。私は常に会議を録画しています。これをご覧ください。録画の音声。AI による計算ラインの最適化です。これは私が説明している場面です。そして、その後です。録画の音声。ちょっと待って。録画の音声。今のは私のアイデアを元にしたものです。完全に記録されている。さらに、部長の発言も記録されています。録画の音声。女性はすぐヒステリックになるから困る。古川、こんな発言をしていたのか。ピターン。完全なんか。ちょっと待ってください。これは誤解です。まだあります。メッセージ編集履歴です。部長は私を陥れるため、管理者権限でメッセージを改ざんしました。元のメッセージ、ルールベース
倉庫を解散したのか。それは誤操作で。さらに重要な事実があります。部長は過去にも同じことをしていました。過去1年分のズーム録画を確認しました。そして被害者の方々にも連絡を取りました。私のアイデアも横取りされました。私も証人として証言します。パワハラで辞めざるを得ませんでした。古川、これは本当なのか。それは私は。社長、これらの証拠は全て改ざん不可能です。ズーム録画にはタイムスタンプがあり、Teams の編集履歴も電子証拠として有効です。これは明確なハラスメント、証拠隠滅、業務妨害です。すみません、私が全部やりました。完全勝利。スカッとした。古川部長、あなたを懲戒解雇とします。退職金は一切支給しません。さらに今回の損害についての賠償を請求します。業務妨害サイト名誉毀損で刑事告訴も検討します。そんな私の人生が。一さん、本当に申し訳ありませんでした。あなたの冤罪は完全に晴れました。そしてあなたを課長に昇進させます。特別ボーナス200万円も支給します。年収も150万円アップします。すげえ。大勝利。ありがとうございます。そしてこのプロジェクトはイッチさんをプロジェクトリーダーとしてあなたの提案通りに再スタートします。部長はその日のうちに解雇された。後日談を聞いたところ、奥さんにも会社での行動を知られ、離婚を切り出されたらしい。業界でも噂が広まり、 IT 業界での再就職は絶望的になったそうだ。完全に終わったな。自業自得。一方、プロジェクトは正しい設計で再スタート。私の提案通りの AI 活用システムを構築し、3ヶ月後には無事に納品できた。素晴らしいシステムです。提案通りの精度が出ています。クライアントからも高い評価をいただいた。今では課長として新しいプロジェクトをいくつも担当している。会議の録画を習慣にしていて本当に良かった。ログは嘘をつかない。録画は最強の味方だった。最高にスカッとした。主オツ。いい話だった。最後まで読んでくれてありがとう。お疲れ様。また来るわ。